幻冬第2作異艦種爆。17分の PV プラス実機。プレイヤーの期待を満たしています。しかし、それはどのようなゲームですか？公式及びメディアのプレゼンテーションをまとめました。以下は私の教えを聞いてください。アンリアル5が開発したモバイル PC 及びコンソール向けのフルプラットフォームゲームです。幻冬の前者の証。携帯電話を心配する人が多い。しかし、マルチプレイヤーゲームは最適化が最も難しい。ファンタジータワーでも携帯電話に最適化できます。単独モデルの方が楽しみになります。異艦は都市怪談を背景にした物語です。オープンワールドゲーム。まずは都市怪談を。プレイヤーの物語はメートロシティから始まります。初の無免許のビジョンハンターとして、民間人のビジョンになります。回転を維持しているイボン骨董屋の一員。様々な仲間と一緒に各都市の大小の謎を探る。様々な冒険を経て、都市の物語を語る。この段落は別のプレゼンテーションです。以下で分解します。最初の無免許のビジョンハンターは、シングルゲームはシングルゲームです。モンスターのようにハンターはプレイヤーではない。私たちの仲間はおそらく別のビジョンハンターです。唯一の違いは正式な書類があることです。そして突然介入しました。死の設定を思い出しました。主人公黒崎一護が死神になったのも事故だった。ハンターは名前からわかる。幻を狩る特殊人物。異端の世界でビジョンは不可欠な存在です。発爆の弦ハエから憂鬱な美男子。PV での出来事の数々。プレイヤーが狩るモンスターだけではない。キャラクターには様々な特殊能力が与えられている。彼らも混乱している。被害は同じく都市の一だ。ビジョン管理局で居住許可証を取得することが前提です。異艦は超自然的な世界です。人間社会と共存するビジョン。例えば、雨は雨の人のビジョン活動の原因です。イベントのより良い管理のために、人間社会の円滑な運営の維持。特別な組織ビジョンがあります。その中で働くメンバーは皆異能者である。これはおそらくカークの最も重要な情報源です。彼ら自身がビジョンイベントを処理しても、しかしビジョンハンターにビジョンを捕まえる手助けを依頼します。そうですね。最初の PV は逮捕です。皆さんが興味があれば後でも詳しく解説します。ビジョン管理局がすべきことはビジョンを受け入れ破壊することです。制御、封じ込め、保護。この言葉に見覚えがありますか？これが真の世界観です。 SCP 財団の二次元化。 SCP 財団は社会団体ではない。クトゥルフの神話体系の後、新たな怪談概念の登場。世界中の愛好家によって作成された特別なビジョンや生き物のためのウェブサイトです。中身は創作されている。しかし長期的な蓄積は完全なシステムを形成した。 SCP は避難所です。これらは人間社会で起こる異常な現象です。 SCP 財団の最も特別な場所。全ての避難所には独自のものがある。ユニークな番号。しかしこのリンクはすでに公式サイトの最初の爆発でほのめかしていた。これらのウェブサイトのポスターは多くの人が見たことがあるでしょう。気づいたかどうかはわからない。すべてのポスターには番号があります。猫は167。背番号は147。車の修理は387です。登録番号は199。それだけでなく、テレビヘッドを持つラッコ。真夜中にストリートで落書きをするスケートボード。これらの特殊な存在は SCP 収容台の特徴とよく一致する。幻冬とは異なり、異艦は壮大な世界の題材を取らない。代わりにコメディを選びました。演劇体験の作成。生き生きとしたパフォーマンスを提供します。個性的なキャラクターイメージを作り、プレイヤーは異世界で奇妙な生活を送る。プレイヤーの没入感を高めるために、彼らは生きた都市を作り出した。このため、制作チームは自ら都市計画を学ぶだけでなく、NPC は独自の目的地を設定します。これらの努力は街全体を活気づけた。それだけでなく、プレイヤーの反応は NPC にも反映されます。ファンタジータワーは制約のない探索に焦点を当てる。だから、リングは完全に感じる。街の階段を語る。オープンワールドを参照。数年前にオープンワールドになりました。誰もが興味を持つ。今はオープンな言葉が聞こえる。探索疲れを感じています。果てしない解読。どこにでもあるゴミ箱。食べられないデータボール。未完成のドッグフード。オープンワールドは罠です。異艦もこれに気づいている。いつものオープンワールドとは違います。ヘテロ間の重心は探索中ではない。シミュレーションシステムを構築しています。ジョイの店は全て A している。プレイヤーは購入で資産を取得できます。車を買うことも違う生活を楽しむことができる。多くの人が予想したように、ヘテロ間の発展方向は二次元 GTA になる。暇な時に猫カフェグルメ街を散策。依頼があればハンターになれる。ビジョンによる危険への対処。しかし、最も興味深いのはプレイヤーの配置です。生き残るために参加した。
頼まれた骨董屋に努力せざるを得ない。公式機関ではない。プレイヤーに自由を与えます。空が落ちて背の高いところがあった。横になりたくてもダメではない。でもそんなに簡単なの？イボンヌの語源はイボンヌの書。クトゥルフの体系において重要な魔法の書である。イボンヌは偉大な魔術師でもあった。しかし最後の瞬間に敵から異端と報告された。木星に脱出し、その後は不明。これを参照。反転も隠されていますか？現在知られている骨董屋のメンバーはナナリーと早切り。ナナリーはイボンヌの柱の一番です。橋の間で最も有名な課長。全と無料的納者の星。また様々な大型イベントに参加しています。これらのプレゼンテーションからのみ彼女の力を知っている。ただ本当か偽りかは言いにくい。2番目は早切り。彼女の身長を見ないでください。その武器は鬼ローマルという幻のハンマーだから。ぶっ壊しても冗談じゃない。彼女はまたアンティークショップの冷蔵庫のステッカー規制の作成者です。とにかく不明なのが正解。彼ら以外にも立派な執事がいた。謎の店長。現時点でわかることはそれだけだ。イカンの看板娘ミントについて。彼女は骨董屋の人ではない。ビジョン管理局が2組の予備幹部を収容した。しかし情報は限られている。しかしそれがどのようなゲームになるかはすでに明らかになっています。次に世界観を見てください。都会の雰囲気に合わせて。その後発爆 PV と実機の解釈も順次更新されます。興味のある方は要注意。さて今期はここまで。別のタワーを体験するための風を見てください。